空の青流れる雲、こんなに綺麗だったかな。散らばった記憶のかけら、少しずつ紡いでゆく。君のいない今日がまた始まってく。このままもう時が止まってくれないか。何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて、流れる時に抗ってる。これが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて、戻らない時追いかける。これが全て夢ならいいのに。月明かり揺らめく影、探してた光の粒、届くような気がしていた。伸ばした小さな手のひら、見つけた
はい、こんばんは。すいませんね、今ちょっとバタバタしてて、なんかアホ毛が出てるとかグランゼーラ集い2にお集まりいただきありがとうございます。この番組はですね、ゲーム会社グランゼーラの日々の、行動っていうか、制作の状況とかですね、目論見みをですね、真摯にお伝えする番組です。ちょっとすいませんね、ちょっと直前すごいバタバタして、僕はひげ剃ってたんですよ今。ほんでら時間過ぎてて、どうせワイプちっちゃいからひげ伸びてても見えませんよとか言われて慌ててきたんですよ。でなんか髪の毛がおかしい、跳ねてるとかいろいろ言われてるんですけど、すいません、申し遅れました。私、進行の、グランゼーラ制作責任者九条と申します。よろしくお願いします。すいません、スーパーチャットありがとうございます。はい、ちょっとだけ待ってくださいね。ちょっと待ってください。皆さんもちょっと飲み物飲んで落ち着いてください。僕が落ち着いてないだけです。ちょっとはい、こうですか。声聞こえてますかね。大丈夫ですか。ひげが見えない。そうですよね。身だしなみ大事ですよ。そうなのに、そうなんですよ。髪の毛跳ねてるらしくて。ちょっと僕今落ち着きますんで、聞こえています。ありがとうございます。はい。すいませんね。すいません。ありがとうございます。はい、ちょっと初めてご覧いただく方は、あれ始まってないんじゃないって画面見て思われるかもしれませんけど、右上に奥ゆかしく出てますんで、こういう立て付けの番組になってますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ではですね、番組の構成を簡単に説明しますとですね、最初は、グランゼーラのゲームの情報をグランゼーラの都合のいい範囲でお伝えするという、彼なり一方的な、コーナーになってます。今日はR タイプファイナル2の話とクイズゲームのことをちょっと言わせていただきたいなと思っております。で、中盤はですね、質問ご意見コーナー、これはもう皆さんからいただいたことに対してですね、私が真摯にグランゼーラ代表して真摯に、そして歯切れよくお答えするという、これは皆さんのターンですね。で、3番目は告知、これもちょっとグランゼーラの都合でですね、言いたいことというか伝えたいことを一方的にお伝えするという形になって、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。はい。で、なっております。はい。で、いいんですよね。なんか言い忘れてますか？大丈夫ですか？愛してるぜ、ベイビー。ね。はい。では、すみません。皆さんもお気楽に。はい、お気楽に。すっごい、もうね、これね、本当にね、反対にカメラ置きたいですよ。僕、どんな過酷な状況、すっごい巻き出されてる。もう、わざとゆっくりやったろうと思って。はよ言えと。はい。では、すっごいせかされてますんで、最初のコーナーに行きます。はい、R タイプファイナル2ね。2020年5月号。ちょっと先にちょっと言い訳から入っていいですかね。ちょっと予定してたより情報少ないんですよ。もう2、3回前からR タイプファイナルズメジャーアップデートの話をしてるんですけど、ちょっと今日本当はまとめてもう全部の情報を出し切りたかったんですけど、ちょっとそういうわけにいかずで、ちょっと動画も今日用意できなかったんで、ちょっとそれはちょっと6月号に持ち越しということになってます。先に言うと。なので今日多分番組早く終わっちゃうと思うんですね。何の言い訳か分かんないですけど。はい。では、そうですね、月刊誌扱いですね、5月号ということで、はい。そうなんですよ。なんていうんですかね、情報出せないから番組やらないっていう、去年までの姿勢を改めまして、ちょっと情報ないなりにみんなの前でさらされるっていう、こういう番組趣旨になってますんで、情報少ないよっていうとこはちょっと不満として
ていただければと思います。すみません、ちょっと言い訳長くてすみません。で、今 R タイプファイナル2ですね。ありがとうございます。メジャーアップデートということで、かなり、大掛かりなものから、ちょっと細かいとこまでですね、手を入れておりまして、ちょっと範囲広げすぎてですね、ちょっと収集に手間取ってるという状況になってます。で、ちょっと、今まですでにお伝えしている部分も若干あるんですけど、ちょっと情報を出していきますね。はい、じゃあ最初、どうですかね。はい。プレイヤーキー準備中。これはもうちょっと情報鮮度があまり高くないんですけど、プレイヤー機体を追加しておりますということです。で、ここに載ってるのは、メジャーアップデートの第1弾でもう入ってる機体ですね。で、これ以外にも、火炎機体の新しいやつとか、いろいろ足していってるんですね。ロボット機体の新しいのとか足してるんですけど、こんな上の2つはもう前々回ぐらいからも動画が出てたりします。で、右下のはやらないのって結構問い合わせいただくんで、クラウドファンディングの支援者の方にちょっともう出さないのって言われてますんで、やってますよっていうことで、写真を出してます。今ね、あれなんですよ、ウロボロスってすんごい下のトゲが長くて、ミュージアムですごい高いところにあるんですけど、多分下の棒みたいなトゲを曲げると思う。つまりトゲ曲げてもっと下げると思います。なのでどこまでいってもこれ開発中の画面なんで変更になりますので、はい、グランビアこんなにカクカクしてたっけ。これそうなんですよね。元のゲーム海底大戦争の時はむしろかなり丸かったんですけど、ちょっと いくつかいろんなものを経てるうちに前半パーツだけ角張ってます。ヘクトールはね、ちょっと今回は間に合ってないですけど、準備自体はしてますんで。はい、でもこの間も言ったかもね、グランビアは波動砲打ったら前のパーツが開きますからね。はい、そんなこと言うなら早よ見せろよってことなんですけど。はい。はい、じゃあ、次、2番目が、英語のフリップですか。これ、最初から英語で出してもよくねの？ここで、すごいですね。ここで番組のディレクターに文句言ってますけど。はい。英語のも用意してます。なんか、ウロボロス、あれなんですよ。僕もこの綴りだと思ってたんですけど、翻訳に出したらね、U の前に O がついてて、なんか、昔の神話だと O から始まるみたいなの書いてあったんで、ちょっと、はい。ありがとうございます。これ用意してます。ちょっと何の説明してたか忘れましたけど。はい、で、次、すごいですね。もう言う前にフリップめくられてますね。新色追加ですね。ピンクとかね、グレーとか、この間要望いただいたブラウンとか用意してまして、あとゼブラ柄とかですね、ストライプとか迷彩柄も用意してます。で、カスタマイズされる方は、いや、自分で作るからそんな柄いらんよって言われるかもしれないんですけど、ちょっとめんどくさいって方もいらっしゃるかなと思いまして、準備してますね。はい。一部は R ポイントで交換してくださいっていうのもありますけど、R ポイントって言って楽天ポイントじゃないですよ。ゲーム内で手に入るポイントの方ですけど、そういうのもあります。これも英語のフリップあるんですか？最初からこれでよくね？はい。明細はね、いろいろ海軍っぽいのとかありますね。はい。R ポイントもっと使うところ増やして。そうですね、余ってますね。それね、結構社内でも企画会議で問題になってまして、R ポイントの使い道会議っていうのがあるんで、そこはいろいろ出てきますんで、
デカール、そうですね、デカールも継続的に増やしていこうと思ってますんで、フリーカラー、そうですね、濃さ変えたりとか、RGB で変えれるようにっていう案もちょっといただいてるんですけど、ちょっとそこは待っていただきたいなと思ってますんで、段階的にやっていき、段階的にってもったいつけてるんじゃなくて、ちょっと手が回ってないので、やれるとこからやっていきますんで、はい。でもね、使い道会議結構大事ですよ。どんなゲームを作っても、使い道考えるって結構やりますよね。昔作ったゲームで陸上戦艦買えるようにしようとか言ってたのもなんか使い道会議で決めたりしてたりする。そこは非常に大事なポイントだと思ってますんで、お任せあれっていうことで。じゃあ3番目は、はい、この難易度の詳細設定。バンピートロット、そうですね。バンピートロットの陸上戦艦がかなり後半に買えるようにしましたね。使い道会議で。はい、ちょっと話すいません、脱線しましたけど。難易度詳細設定機能っていうのはですね、ちょっと、やっぱり今でも難しくて、せっかく買ったのにプレイできないという方と、もうちょっと期待も増えて簡単すぎて、歯応えないっていう方と、両方、いらっしゃるので、今までプラクティスとか、ノーマル R タイプとかって変えれてたんですね。あれって何かというと、その敵の出てくる数とか敵の耐久力とか弾の撃つ速度なんかを、変化させて難易度をつけておったんですけど、ちょっとそういうのだけでちょっと難易度をつけるのに少し限界を感じまして、もっと根本的なところで難しさが変えれないかっていうことで、例えばですね、ゲームの基本システムとしてはアウトになるとパワーアップが状況がリセットされるということになって、一番簡単なモードの時だけフォースの第一段階が残ってたりするんですけど、基本的にはリセットされるっていうのが基本的な、ゲームのシステムになってるんですけど、これをですね、維持する設定ができたり、あと波動砲のチャージ時間を半分にするとかですね、そういう方向で難易度を下げるという仕組みとですね、で逆にちょっと歯応えないって方にはですね、もう残機ゼロとかね、コンティニューしないとか、あと以前いただいてたんですけど、スペシャルウェポン使えないみたいなので、ある程度縛っていただいてですね、プレイするという形を増やして、今この項目だけ増やしてるんですけど、これもちょっと導入した後でいろいろ足していこうとは思ってます。でただ不利なプレイしても何も報われないというのもつまんないんで、その分だけですね、資源がたくさん入るとかっていう形で、獲得できるボーナスにバイアスがかかるという作りにしています。はい、これも次の更新には入る予定です。はい。そうですね。同数がたまりやすく。同数はね、今もたまりやすくなってるんですよ。実は難易度低い方が早くたまるようにはなってたりするので、ただご意見とかいただければもちろん足していこうと、足しやすい作りにはしてますんで、やっていこうと思っています。はい、こういう、基本の仕組みができてますんで、またいただいたらいただいた形で進めていきますが、これも英語のフリップあるんですか？ですよね。中はね、英語になってないんですよ。ちょっと海外の方に申し訳ないですけど、これ翻訳が間に合ってないんですね。なので実際最終的にはですね、英語やフランス語やイタリア語とか韓国語、中国語になりますんで、ご安心ください。日本語のまま出すってことはありませんので、はい。こういう、ものも用意してます。これは結構見た目は地味なんですけど、非常に重要視して入れていますね。はい。機体数のエクステンド、そうですね。
はい、もうここはローカライズ大変だからな。ありがとうございます。はい、で4番目が、あ、これはちょっとメジャーアップデートとは、直接は関係ないんですけど、ステージパスっていうのは、今までにですね、ステージパス第1弾として7ステージ、第2弾7ステージっていうことで、本編とは別に、有料になってしまうんですけど、ダウンロードコンテンツとしてステージを追加してきました。で、本編ステージとちょっと意味合い的に違うのはですね、旧作、R タイプの例えば1とか2とか、そういう旧作のステージに刺激を受けて、R タイプファイナル2風に作ったステージっていう、そういうくくりでご提供してきてたんですけど、それの第3弾も準備をしていますということです。で、左のは敵も時期も映ってないんで何なんだって感じですけど、ああいうマップのステージです。下から上にどんどん進んでいくステージになってます。はい。で、右の方はですね、全然経路が違うんですけど、こういう明るい感じの、何言ってるかわかんないですけど、こういうステージを用意してます。どっちも感知スクロールなんですけど、R タイプファイナル2に合わせるために強制スクロールにしてあります。はい、そう、強制スクロールになってますね。ちょっと申し訳ないですけど、感知スクロールのがいいかもしれないですよ。元々のゲームは感知スクロールなんで。だけど、強制スクロールにしてますね。はい。そうでしょ、 R タイプらしくないですよ。右側のなんかもう完全に R タイプじゃないですよね。はい、こんな感じで進めてますので、これも英語のフリップが出ます。はい。本当はね、ちょっとこのステージはね、動画で見せたかったんですけどね、動画で見せる直前まで言ってたんですけど、ある一人の頑固者がですね、まだ出せないって言ってしまったせいで、ちょっと今日動画でお見せできなくなりました。その頑固者って私のことなんですけど、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっと次は動画で出せると思います。はい。はい。で、ちょっと本当に申し訳ないですけど、今日ね、ここまでなんですよね。ここまでしか出せないですよね、情報が。はい。なので、ちょっと、申し訳ないですけど、こんな感じになっていますということです。すいませんね、ちょっと情報が、情報少ないことよりも、やっぱり動画で見せたかったですけどね。はい。ちなみに今見ていただいている画面も実装されてますからね。こういうのもできるように、これをできて何に使うねんっていう話はあるんですが、こういう写真も撮れますということになっております。電池切れ、電池切れですね。確かにね。はい。はい。よろしくお願いいたします。これも英語がありますと。はい。ちょっと申し訳ないですけど、しばらく待ってくださいということです。うわ、すごい。もう、なんかね、せかされてるんですよ。ちょっと僕に同情してくださいよ。なんかもっと言いたいことあるかもわからん。本当に。はい。はい。ですね。じゃあ次、クイズゲームの話をします。はい。じゃあクイズゲーム。すごい。なんやこれ。急に。本格クイズゲームの決定版、雑学クイズ大臣。向かいでね、雑学クイズ大臣ってやれってしきりに言われてるんですよ。やりたないですよ、こんなんね。
ちょっと唐突やと思われるかもしれないですけど、実はねこのゲームっていうのはスマートフォンで2年半ぐらい前から出してまして、本当に純粋なクイズが遊べるアプリなんですけど、これずっとグランゼーラも制作に関わってまして、で問題数が今4000問になったんですけど、これ2年半かけてですね、僕もねこのうちの200問ぐらい僕作ってるんですよ、クイズ作家として。でこの度、任天堂スイッチやプレイステーション4でもやってもらおうということで、作り変えて今準備してますね。はい。なんか PV をなんか問答無用で PV を流すっていうことなんで、ちょっと見てください。はい。ということです。はい。今チャット見てて、こっちは動画あるんかっていうのがもうむっちゃ刺さりましたね。別にこの動画用意してたから R タイプの動画用意できなかったわけじゃないですからね。はい。で今ご覧いただいたのはスイッチ版なんですけど、プレイステーション4でも出ますんで、はい、ちょっとじゃあ画像見ながら簡単に説明、ちょっと動画で見てもらったままなんですけど、はい、基本こういう4択の問題がですね4000問入ってます。はいね、次のうち白身魚はどれ？何ですかね、鮭ですかね、鮭、あとは青魚っていうんですかね。はい、こういう4択の問題が出ます。はい、アンフィビアンとかウロボロスとかそっちへ行かないように、魚系だからといってそっち行かないようにしてください。はい。でこれは任天堂スイッチとか PS4 版ならではの機能ですね。2人で対戦できます。早押しじゃなくてですね、本当に雑学どっちが詳しいかっていうので競い合えるようになっています。はい。ですね。で、次がこういう問題一通り終わったらどんな問題出たかっていうのがもう一回確認できるようになってますね。すごい、もう赤身魚とか魚のネタにどんどんいってるやん。はい。じゃあ次ランキングもあると。俺が日本で一番雑学分かってるみたいなことが確認できます。はい。石川県関連のあります。これはね、いろんな都道府県ごとに問題が入ってたりもしますんで大丈夫ですよ。はい。で、こんな感じです。6月配信、すごいですね。6月配信予定ってもう6月なのにまだ発売日も言えない状況なんですけど、ダウンロード1000倍で440円。ね、消費税が上がらない限りは440円でお求めいただけます。こう雑学を極めればあなたの人生も黄金色って。なんかえらい下品なコピーやなとこれ思ってたんですけど、これ誰がつけたんですか、このコピーは。僕がこの雑学を極めればあなたの人生も黄金色って、これ僕が決めて、そうなんですか。僕ずっと下品なコピーやなと思ってたんですよ。何かこの薬とかこれ買ったらあなたも幸せにみたいな、なんとか商法みたいなロジックだなと思ってたんですけど、そうなんですか。いいコピーだな。これ雑学極めてなんかちょっと知ったかぶりできるようになるといろんなチャンスが来ますよっていうこと
ことなので、これで雑学を極めていただければと思ってます。はい。これなかなかいいコピーのゲームなんで、ちょっと暇つぶしにやってもらえればなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい。でもすっごい唐突な感じしますね。だって絶対絶命都市だとか、R タイプだって言ってて、クイズ大臣ですよ。でも漫画家経路もちょっと似てるか。そう言われればそうかも。で、質問コーナーですね。はい。では、ですね、ここからは皆さんからいただいている質問、ご意見にお答えしていくコーナーになってます。で、ちょっとたくさん今回もいただいてるんですけど、ちょっと取り上げれるものには限りがあるんですけど、きちっと担当部署には情報がいってますので、取り上げられてない意見でも今日僕が取り上げてないもんでもちゃんとゲームに反映されたりはしているものありますんで、ちょっと先にそこはご理解いただければと思っております。はい、では順番に、はい、意見要望 R タイプファイナル2、現在頭部の着せ替えはヘルメットしかありませんが、今後別タイプが追加される予定はありますか？可能ならタクティクスにあった C タイプのイラスト的な被り物とか欲しいです。これはあれですね。R タイプタクティクス2の副官のイラストで猫に切り替えれたんですね。はい。そうですね。今ヘルメットだけなんで変えたいなとは思ってたんですけど。ちょっと猫かどうかわからないですけど、被り物はいいですね。でも被り物は本当にあれですよね。頭部だけじゃなくて全身変えたいですよね、きっとね。はい。わかりました。これはちょっと次の更新には間に合わないかもしれないですけど、その着ぐるみというか被り物に関しては承りましたので対応してまいります。はい。で、次が R タイプタクティクス。R タイプタクティクス1、2のリメイク作品によって、これが前回リメイクするとだけお伝えして、本当はちょっと今回ね、あれですよ、プラットフォームをお伝えするのはちょっと予定に入ってたんですけど、ちょっともろもろ間に合わずすいませんね。お伝えしたんですね、リメイクしますっていうので。ゲームの仕様の変更を行う予定はありますか？ R タイプタクティクス1での戦闘開始時から戦艦ユニットへの戦闘機の搭載、バルムンクの攻撃能力の調整など。これはあれですね、R タイプタクティクス1の時は戦闘開始時に、戦艦の中に、戦闘機を入れれなかったんですけど、2の時は入れれるようになったんですね。で、あとユニットのバランス調整なんかもちょっとされているのでっていうことかと思うんですけど、すごいとこ聞いてきますね。これをまた取り上げる方もすごいですね。これを僕にここで言わせてしまう。はい。そうですね。そうですね。何がそうですねなんでしょうね。基本的にはですね、R タイプタクティクス2のシステムにする予定です。なので、2でやれてたことをやれる状態で1をプレイできるというちょっと想定なんですね、今のとこは。なので戦闘開始時に戦艦ユニットに入れれるようにします1で。でその上でちょっとバランス調整を、ミッション側でですねバランス調整をするというのがちょっと今の時点での制作方針となっています。はいですね。でグラフィックは当然R タイプファイナル2と同じか、それよりいいかって感じに当然なりますんで、そこはご安心いただければと思います。なので、ご回答としては、
1は1のルール、2は2のルールっていうんではなく、2の方に統一する大きな方針としてはですね、ということになっていますというのが回答かなと思います。グラフィックそんな頑張ったら完成しないよ。ありがとうございます。ちゃんと終わらせに行きます。決戦兵器兼六円ね。そうです。だから兼六円はね、ファイナル2のもんが使えないんですよ。専用の巨大な兼六円に変えないといけないんで。はい。じゃあ次の機体アルバム100機にしてください。はい。R タイプファイナル2ね。機体アルバム100機にしてください。プレイ時間の1割をデコレーションにつぎ込んでいるので枠が足りません。これはもともとですね、カスタマイズできる枠が12機だったんですけど、ちょっと12機ではそのデカールを貼ったりして、せっかく作った機体がとても収まらないということで、60機まで別に保存できるその機体アルバムという機能を途中で追加しました。で、枠が足りないよと、機体も101機とかになっているので、究極互換機なんかも入ってきてますんで、それに関してはですね、これ下のやつはそうですね、うちの社内で撮った写真ですよね。120機まで、今ご覧いただいている写真だと120機まで入るようになってると思いますんで、120機まで次のバージョンでは保存できるようになっています。はい、すいません、ちょっとね、コーヒー飲みますね。皆さんもアルコールとか飲みながら見ていただければと思ってますね。そうです。あそこにね、シータイガーとかね、グランビアとかね、映ってるんですよ。はい。ファインモーションは入ってないですね。はい。機体名と型番付けさせて。そういうのもあるんか。確かに。枠が増えてワクワクですね。機体名か。なるほど。そうですね。確かに自分でつけたいですよね。わかりました。ちょっとそれはちょっと次の更新には間に合わないですけど、機体名はなんとかしましょう。ちょっと型番は難しいか、意外と難しいかもしれないですけど、ちょっと機体名はちょっと入れれるようにちょっと確認してます。僕これあれなんですよ。番組終わった翌営業日にね、結構みんなにね、社内で聞かれるんですよ。あれやるんですかとか。やるって言ってしまったんでってか、そんな感じでですね。はい。すいません、背中かゆいんで書いてますけど。はい。出撃画面で、なるほどね。はい、わかりました。はい。なるほど。はい。じゃあ、次は、R タイプファイナル2、九条さんのハイスコアが知りたい。これは何ですかね。どういうあれかな、意図の質問やろ。ちょっと先に言いますけどね、これ言ったらがっかりってなるかもしれないですけど、僕ね、ゲームがむちゃくちゃ下手くそなんですよ。当然立場上ですね、自分も直接ステージも作ってる、敵の仕様も書いてて、バランス調整もしてるし、開発責任者なんで他のスタッフが作ったステージも見てくださいと確認するんですけど、一貫してむちゃくちゃ下手なんですよ。だからクリアするっていうともう何時間もかかったりするんですね。でこれ僕年齢で衰えたからじゃなくて、もうゲーム業界に入った新入社員の時から一貫して下手くそで、当時のアイレム、大阪にあったアイレムに入った時もですね、開発部長がこの中で誰が一番下手な、ちょっとテストプレイしてくれって言われたらみんな僕の方を見る。で下手なやつ代表みたいな感じで連れて行かれるんですけど、
でアルトファイナル2もですね、結構苦労してクリアしてたりする。一応クリアしたものしか世に出してないんですけど、まあ、時間かかってたりするんですね。であんまりうまくないので、まあ、ハイスコアは要するに教えませんということです。はい、では次。R タイプタクティクス、リメイク予定の R タイプタクティクスでは、キューベリーとその DLC として実装される予定だった機体4機、ね、クランベリー、スカイベリー、ダークベリー、ベリーベリーは使えるようになりますか。あ、これはあれなんですか、投稿していただいた方の貼ってた写真なんですか。入りますよ。DLC になると思いますけど。そうです。スカイベリーなんて名前だっけ。クランベリーとダークベリーとベリーベリーは覚えてるんですよ。あれ自分でつけたはずやねんけど、スカイベリーっていうんだっけ。はい、入ってたものは入りますよ。大丈夫ですね。この辺までは歯切れよく答えてる気もしますが、はい、ブルーベリー、ブルーベリーですかね。すごいですね。僕が覚えてないもんな。ベリーベリーはつけたかってんな。ベリーベリーが先につけたかったんですよね。はい。じゃあ次。R タイプファイナル2グランデラ革命軍の制服はまだですか。そうやな。確かになんで気づかんかったの。これ作ればいいんだ。これ切れたらいいですよね。そうですよね。なんで気づかんかってんやろ。わかりました。これちょっと早速制作に回しますね。すいません、ありがとうございます。これでもあれですね、グランゼラ革命軍って今更ながら、これあれですかね、あんまりグランゼラのこと知らない人から見たら、ゲームに登場する組織名に自分の会社の名前つけてるみたいに見えるんですかね。グランゼラ革命軍やって、グランゼーラ自分の会社の名前ゲーム内の組織につけとるって思われんのかな。むっちゃ自意識過剰な会社みたいに見えるな。逆やねんけどなと思って。グランゼーラ革命軍が先ですからね。株式会社グランゼーラよりね。そうですか。はい。わかりました。これはちょっと今から制作に回すんで、ちょっとメジャーアップデートの最初には間に合わないかもしれないですけど、ぜひ入れたいと思います。はい。ありがとうございます。はい、では次。質問要望、絶対絶命都市シリーズ。絶対絶命都市についてですが、もし次回作にもボートが出現するのなら、ボートと戦えるようにできないですか。確かに。場合によっては法的な問題が出てきますが、実際はいつでも逃げ切れるわけじゃないですし、せっかくバールとかあるんだから戦えるんじゃないかと思うんですか。なるほど。ボートは出てきますね。出てくる予定ですね。まあ確かにね、なんか悪いやつおってなんかやり返せないのもなとか、身を守る手段が限られすぎっていうのはあるでしょうからね。まあちょっとアクション要素が増えるっていうか、アクション的な機能が増えるので、まあそういうのは多少前作も最後までやると対戦格闘になって戦えるんですけど、まあ何かしら入れると思います。ただバールで叩くのはあんまりやりたくないなという気はしてますけどね。あとまあちょっと戦ってなんとかするっていうのがね、ちょっと当たり前のゲームになると少し嫌な感じもしてたりするんですけど、まあただ
言われることは分かってるつもりではありますので、だから入れるっていうことっていうよりは、何かしらその、対抗手段みたいなのの幅はあった方がいいかなと思ってますので、これも受けたまわりました。はい、ありがとうございます。はい。無双、絶対絶命都市無双。バールでオラオラっていう感じですかね。はい。法的な問題って、法的なことをやったら多分ゲームの中で逮捕されるだけだと思いますけど。そういえば昔なんか逮捕されるゲーム作ったな。なんかゲーム始まっていきなりパチンコ店に死体があって犯人に間違えられて交番に連れて行かれるっていう。でそこで警察官に名前を言わされてる状況で名前入力するっていうゲーム作りましたね。別に今と話と関係ないですけど。はい。じゃあ次のR タイプファイナル2、電子書籍で設定資料集が出ませんかねと。これは要望ですかね。はい。会員でしか見れなかったあれや旧シリーズのマニュアルとまとめたもの、古くて手に入りにくい資料なので、ゲームから呼び出せたら最高なんですが。なるほど。この画像はあれですよね。こちらで貼ったやつですよね。これ今開発中の画像ですよね。この画像すごいですね。プレイヤー機体ですからね、これね。はい。そうですね。今、機体列伝の電子書籍っていうのは用意してるんですけど、ただ本当にゲームで見れる内容とあまり変わらないので、部分的に加筆しようとはしてますけど、ただそうですね、設定資料集っていうものを出せばいいんだな。R タイプファイナル2でも絶対絶命都市でもそうですね。電子書籍だったら出せないこともなさそうですね。わかりました。じゃあこれはちょっと社内の企画の会議に上げてみようと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、では次。バンピートロット。すごいな。バンピートロットとか取り上げてるんだ。すごいですね。質問要望、バンピートロット。バンピートロットはもう作らないのですか？もしバンピートロットの新作を作るとしたら、無印ビークルバトルトーナメントのリメイク、開発中止になった2の再開、完全試作のどれになりますか？すごいですね。これは答えれないでしょ。多分ね、1行目に答えれないので、2行目以降には答えれないです。作らないっていうのでも、作らないのですかって聞かないでほしいな。作りたいですかって聞いてほしい。作りたいか作りたくないかであれば答えれるんですよ、きっと。作らないの？作るの？っていうと、ちょっと今立場上答えれないのですよね。作りたいで言えば、2はね途中なんで、あんまりすごいですね。取り上げといてそれ以上言うなっていう指令が出てるのすごいですよね。あとでも最初のリメイクもやった方がいいでしょうね。今2からしかやれないと何のことかわからないですもんね。はい。なのでちょっとすいませんね。答えにくいんですよ。はい。答えたいんですけど。はい。愛着ありますからね。作ってる時もすんごい自分でね、むちゃくちゃおもろいんちゃうかなと思って作ってましたね、バンピートロット。すんごい自分ではボリュームがあるゲームだと思ってたんで、これ最後まで行くのに1ヶ月ぐらいかかるやろうと思ったら2日ぐらいで最後までって思った覚えありますけどね。もう本当にね、当時思いつくものを全部ゲームに入れたって感じ
でしたね。はい、ありがとう。今もねこれ言っていただくのすごい嬉しいし、まあできるだけ答えたいとか、まあ自分自身がね作りたいと思ってますからね。はい。まあすいません、ちょっと急に歯切れが悪くなって申し訳ないです。はい、じゃあ次。はい、要望 R タイプファイナル2。新ステージで R タイプファイナルの FC 星の海を渡っていこう。これ最後ですか。最後の、すいませんね、ちょっと最後だそうです。星の海を渡っていこうというステージですね、を追加してほしいです。あのステージは R タイパーとしては本当グッとくるので、個人的に一番好きなのは FA ですが、無理ですよね。これはあれですね、R タイプファイナルに入ってた、最終ステージが3つありまして、FA と FB と FC っていうのがあって、で FC っていうのが1機しかプレイできないで、結構長いステージなんですね。はい、長いステージなんで、ちょっと動かさないでください。すごいですよ、今僕見てる画面をね、担当者動かして見えなくなってるんです。はい、でステージ C っていうのはすごく長いステージを1機設定でクリアしなきゃいけないっていう風になってまして、結構難しいステージになってます。でまあ追加できないことはないんじゃないですかね。なんていうんですかね、契約上というか形上はちょっとそれは確認してみますけど、今はF の C はちょっとまだ作ってはないですけど、はい。もうでもそうですよね。あれ腕試しっていうか、どこまでいけるかっていう感じのステージなんで、今作ってる競技用のステージはまあ一人でもプレイできるんですけど、それはちょっと似たような仕様ですね。1機でどこまでいけるかっていうのを競うような感じになってて、13分ありますよ、1個のステージが。似てますね。ボスがいなくてどこまでいけたかっていうのを、まあ、腕試しとしてやるっていうのを、まあ、一人プレイでもできるし、他の人と誰が最初に脱落するかっていうのを競うっていう、そういうステージになってます。はい。まあ、無理ってことないと思うんで、F の A はあれですね、夕方のステージですよね。はい。わかりました。ありがとうございます。これが最後ということなんですね。はい。じゃあすいませんけど、ちょっと今日はここまでということなので、また先ほどお伝えしたように取り上げてないものも関係部門っていうか、部門っていうほど会社は大きくないですけど、関係者に伝えてますので、これに懲りず、あとですね、同じ質問でもですね、いただくタイミングで回答違ってたりします。変な話、ちょっと言える度合いが変わってきたりするとですね、あれ前とちょっと言い方違うなみたいな感じになりますんで、またちょっと私を試す意味合いでも送っていただければと思っております。はい。では、次はグランゼーラからのお知らせ。すごいですね。もう同じ色で部分的に違うんですね、このフリップが。じわーって戻せますか、1個。で、今、じわーっと変わるんですね。はい。グランゼーラからのお知らせ。今日告知はいくつあるんですか？ 2 つ。2つあるそうです。はい。僕もね、告知はもう今この段で見てたりするんで、はい、じゃあ1つ目の告知を。なんだこれって言うとまずですね。グランゼーラインターンシップ説明会開催。何これ今この番組見ていただいている方のすっごいごく一部の人ですよね、ターゲットが。グランゼーラにインターンに来たい方向けの説明会ですか？リクナビ仕事万博2024。
なるほど。6月11日の土曜日に、金沢の石川県産業展示館4号館、これすんごいローカルな話をしてるんですね。6月11日土曜日のに金沢の石川県産業展示館っていう結構プロレスとか展示会やってる場所があるんですよ。それの4号館、たまに北陸ラーメン博をやってるところですね。で、いろんな会社さんのブースが出て、インターンシップに来たい人が向けの説明会があるんですね。なるほど。12時から。なので、グランデーラにインターンに来たいなっていう方が、もし、北陸、主にこれ東京からとか来るとちょっと大変なんでやめた方がいいですよ。インターンシップこれ来なくても受け付けてますんで、グランデーラで、ちょっと短期働いてみようと、就職前にね、はい、インターンに来た方がいいです。ブラック企業かどうか確認できるので、はい、来た方がいいですね。もし就職したいと思ってくださってる方は、でこれ2024年卒業予定の方向けなんですね。すごいですね。本当にこの番組に出る方で2人とかしか該当せえへんのちゃうかなと思ってます。で、完全に事前予約制なんだ。なので、これ後でなんか貼ってもらいますけど、今貼るんですか？今貼ったらでも皆さんそっち行きますよ。今番組置いといて。はい。むしろ琥珀色企業では。琥珀色。はい。ですね。だからここ説明会来ていただくと、ブラック企業ですかって聞けるんですね。質問できます。で、私も人事部と揉めてなければ当日行きますね。説明する側か質疑応答にお答えする側か、ちょっとどっちかはまだわからないですけど、インターンシップ説明会に参りますので、いなかったら僕社内で揉めたからだなって思ってもらえばいいですけど、はい。なので、インターンシップ考えておられる方でですね、北陸石川県のそばに住んでいる方はぜひですね、このお申し込みいただいてですね、説明を聞いてください。はい。いろんな会社さん出されてるそうなんで、グランゼーラ以外の会社とかもいっぱい出てますからね、行って損はないと思います。はい。ゲーム制作何もわからんから。でもあれですよ、全然経験や勉強してない人も入ってきますからね。ほとんど逆に、そうじゃない人も入ってきてもらってますね。私自身もそうですからね。はい、じゃあ、告知の2というか2番目。グランゼラ購買部からのお知らせ。これね、これですよ。すいません。前回プラムさんから動画でご説明いただいたR タイ100分の1スケールの R9A アローヘッド送っていただいたんです。これプラモデル、この箱ちょっとでかいの分かりますかね。憧れ、やっぱりでっかい箱いいですね。昔ね、100分の1ゲルググとか60分の1ドムの箱ってもう手に届かないところにありましたけど、大人になったらこのサイズの箱が買えるということで、プラムさんから100分の1のプラモデルがRタイプファイナル2仕様のアローヘッドのプラモデルが出ると。これは前回お伝えしたんですけど、グランゼーラの通販サイトグランゼーラ購買部でも予約受付中と。予約受付中なんだけど、発売が5月30日なんですよ。だから月曜日、週明け月曜日にはもう発売と。なんで今予約していただくと月曜日に発送しますよということなんですね。はい、これはいいですよ。僕ね、これ社内で予約したんですけど、でこの箱ね、ここ置いてあったから今日持って帰れるんかなと思ってたら、いや30日までダメですよって言われてるんで
ですけど、皆さんもしよければもちろんプラムさんのサイトでも買っていただければと思います。グランゼーラでも販売してますので、ぜひっていうことです。すごい本当の告知なんですね、これね。はい、100分の1兼6円はそうですね、お願いしてみましょうかね。はい、そうです。厳しいでしょ。僕これ手に届くとこにあるっていうより手に持ってますからね。これで持って帰れんかって何回も言ってるんですけど、いやちゃんとルール守りましょうということなんで、はい、30日に持って帰ります。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございます。今日はここまでということになっております。で、毎回ね、次はもっと情報を出しますって言ってるばっかりなんですけど、6月号決まってるんですか、日にちが。はい。この青色いいな。6月24日に、あります。で、その時は、ちょっと何度も言いますけど、動画でお見せできると思います。R タイプファイナル2のメジャーアップデート。で、他にも、情報自体は、ちょっと溜まってて出せそうで出せなかったものとか結構ありますんで、ちょっとこれに懲りずですね、次回もぜひ、ご視聴いただければと思います。6月24日っていわゆる初夏ですよね。R タイプファイナル2のメジャーアップデート初夏なんですよね。でもここ間に合わないんですよ。まだ配信、お前が言うな。ちょっとこのタイミングはまだ配信できてないと思いますが、情報は限りなくもうフィックスした確定している情報が出せるはずです。このタイミングには。すいませんね。はい。なので、ちょっとお待たせして申し訳ないですけど、その分いろいろ入れてますので、ご期待いただければと思っております。はい、すごい汗かきましたね。はい、ではですね、ちょっと時間ということなんで、最後までご視聴ありがとうございます。で、スーパーチャットも本当にありがとうございます。これ全部開発の方に回しますんで、皆さんのご期待にお答えできるように進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。では、最後はですね、R タイプファイナル2のエンディング曲の一つ。そうですね、滑舌が悪すぎて自分でも何言うてるかわからないR タイプファイナル2のエンディング曲の一つ、飯田舞さんのともしびを聴きながらお別れです。ありがとうございます。おやすみなさい。静かに息をする真っ暗な世界蝕まれてく心満たされないまま広すぎた空にあてもなくさまよい続ける掴みたくて掴めなくてそれでも探して見つけて私は私を取り戻したくてがむしゃ
したくてがむしゃらに戦ってたの。私は私